オラ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 ドカン。切って切って切って果てるまで戦え。はい、こんにちは。オープニング取り忘れた漁師浜優です。はい、それでは本編とつなぎたいと思います。で、今回はですね、こちらの動画で松葉ガニをくれた鳥取県の漁師 YouTuber の元木飯さんからね、またカニをいただきました。その食材がこちら、水ガニ。ちょっと出しますね。1、2、3、4匹。こちら水ガニとか、若松葉って呼ばれていて、どういうものかっていうと、脱皮してそんなね時間が経ってないカニですよ。だからソフトシェルクラブみたいな感じかな。それよりちょっと硬いけど。で、詳しい説明は動画の中盤にするとして、今日はねこちらの超巨大なね松葉ガニ、水ガニを使ってカニカマ飯とボイル、それからこのカニを取ってくれた元木飯さんがおすすめするのがしゃぶしゃぶと酒蒸しなんだそうです。だからそのね4品でやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあやっていきましょう。で、まずこちらの3番目ぐらいに大きいやつをもう丸ごとねボイルしちゃいます。じゃあボイルのやつ準備して、でカニをねうまいこと入れます。カニは下の方がいいっていうな、ケツから出んように下に向けて、よし入った。で蓋で、これで20分ぐらい振っとこうか。とりあえず1匹は松岡さんにあげるとして、でとりあえずこの2匹を使って、しゃぶしゃぶと酒蒸しをやっていきます。で、水ガニの特徴としてはね、やっぱ皮がね柔らかいんですよ、ペコペコと。これでもだいぶ色が黒いんで、剥いてから結構時間は経ってる方かなと思います。ペコペコ、こんな感じですね。じゃあちょっとカッコつけてね、出刃で足を落としていきます。カッコつけです。ハサミの方がいいです。この足の関節のこっち側をちょっとこうカット、あぶりあれでね、よし、はい、こんな感じでどんどん落としていきます。よいしょ。やっぱね脱皮して間もないんで、その身自体にね水分が多くて、で身離れも良くてね、こう身がスポッてね抜けるらしいんですよ。そのことからね他にとも、呼ばれてるそうです。オッケー。でもう1匹もこっちの方が早い、安全、飛ばない、汚れない、完璧。かっこいいを取るか実用的を取るか、私は断然後者です。 OK。 で足をダバーッと。でこれちょっとしゃぶしゃぶ用と酒蒸し用に分けて、で先にこちらのしゃぶしゃぶ用のやつをやっていきます。で、元木飯さん曰く2種類のやり方があって、普通にこう表面削いでこうパキッと取ってやるね普通の身だけにしておくタイプのと、あとこのスポガニって抜けやすいんで、このままね湯の中に入れてここら辺折ったらいけるらしいんですよ。だからその2パターンやっていきます。で、小さい方はそのパターンで3つ置いておこう。どれも太いんですけどね。はい、じゃあ片方の削ぐパターンやっていきます。これねどっちでもねいけると思うんですけど、こっちの方が平たいって言われてるのでこっちでやっていきましょう。ただこれ両刃じゃないとねこっち入っていくんですよね。さあいけるか。この端から包丁入れてグッグッグッと片やっぱ無理や。こっちでやっていきます。じゃあ出刃がね逆だから、これちょっと包丁入れて、でこう持ったらシャーッと、よいしょ。あれいい。残ったのはリカバリーです練習しとったのにな。じゃあ端を切って、でパカリと、取って、あれ取れた。はい、完成。これはこれでいく。ちょっとこっちはね酒蒸しにします。ちょっとねカメラの位置気にしすぎてたんで、ちょっと本気でいきますね。これこういう包丁入れて、んでシャーッと、ほら、はい、こんな感じで牛刀でもやっておきます。でこれもね片刃っぽく削いだんで、もうこっち向きでここに包丁入れて、でシャーッと、よいしょ。でこういうね出た殻とかはもう出汁を取るのにねこの中入れておきます。よし。でさっきの再挑戦ですよ。端を切って、でなんかこんなして、ここをね身が危ないで身を取り出します。水ガニだから切れやすいんですよ。はい、ギリギリこんな感じで OK。 でもう全部やっていきます。端切って反対も端切る。これまた切れそう。で、指をねもう使います。でうまいことこううまいこと取り出す。はい、 OK。 ギョギョ。あれ切れてやがるもうこれでいいや。足ついてなくてもいいやん。こうやって並べたら足ついとるように見えるから、もうこれは僕の勝ちやん。これでいきます。で最後の1個も取り出して、
はい、切れた。無事に失敗。はい、じゃあ身を取り出したなんちゃって三重視完成で、もう1個はもうこのままです。これで完成。切れ込みぐらいこうなんか入れとってもいいかな。なんか包丁のね角を使ってこう割りやすく切れ込みぐらいは軽く入れときましょう。よいしょ。で OK。はい、じゃあお皿に水菜をちぎってで飾る。でカニを並べていきます。でこれちぎれてないように見せかける。むずい。こうか。こりゃセンスねえな。そしたらすだちも切って、よいしょ。ちょっとセンスを呼び起こそう。こうのがマシか。水菜の位置がね。はい、こちら、水ガニのしゃぶしゃぶ完成で、さっき出てきたカニとか小さいやつはこれまた全部こん中。よし。これしゃぶしゃぶのが入っよった。なんか忘れとると思った。よし。で蒸しガニは、多分湯がかったのかな。もうちょっと置いておきます。で次酒蒸し用も同じようにね切れ込み入れていきます。これはねもう無言でやっていきます。これやってね黙ったら早いんですよ。黙ったら。よし。はい、じゃあこれで酒蒸し用の足もできました。これ置いといて、で次こちらの頭ですね。もうすでにカニビールがいっぱいついてますね。でここで一応知ってる人も多いと思うんですが、カニビールがたくさんついてるほど、脱皮してから時間が経ってるよってやつなんでうまいとされてます。で今ちょっと映像ないんですがね、この中にほんまヒルみたいな細長いニュルニュルっとねしたアニサキスみたいなやつが入ってるんですよ。僕の嫌いなアニサキス。じゃあこれもね分解していきます。でまずこのふんどしをね取ります。この味噌が逃げないように。で次ここを持って、蓋を持って開けます。よいしょ。はい、バカーっと。なんか水ガニって水っぽくて味噌があんま入ってないって聞いたんですけど、これ結構入ってますね。もうやっぱりあれですかね、結構水ガニよりは時間が経ってるみたいな。でこの身にもねまだ味噌が残ってるんで、これしっかり、もったいないんで入れておきましょう。日本酒の最強のあてですよね。そうだそうだで思い出した。違うわ、逆や。思い出したからそうだって言いました。今日はもう仕事終わってるので久しぶりにね飲みながら、やろうと思ってたんですよ。で冷凍庫にですねハイボールがね冷やしてあって、でグラスに氷で冷凍ハイボールじゃないわ、冷凍のこれなんだっけ、注いでうっすーとか言わないでくださいよ。でソーダを加えて、でさっきのしゃぶしゃぶのすだちを絞れば、はい、すだちハイボールの完成。はい、それではハイボールタイムということで、ちょっとお先に。で続きです。次ここにエラがついてるんで、このエラをね、取ります。もうこのね作業はどのカニも共通です。ここら辺のちゃんと取っとった方が口当たりはいいですね。そのガジガジ噛むにしても何にするにしても。痛っ、包丁で取ろう。包丁の方が、痛くないですね。 OK でこの状態になったらもう普通にひねって切ります。で2個のブロックができて、でこれをさらにここでね半分に割ると食べやすくなるんですよ。こちらが割れないですね。足がねこう生えて肉がこうついとる、筋肉みたいな感じですね。だからこれのが食べやすくなるという解剖学です。おめでとう。うまい。でもう1個もやって、もう上の方でいいかな、これで。じゃあもう1個もふんどし開けて、よいしょ。こっちの方が水がねえや。で味噌入れて、でちぎって、で関係各所ちぎって、で割る。はい、じゃあ見事に分解ができました。これもね全部酒蒸しにぶち込んでいきます。でこの子なんですが、もうここでねさっきの子と合併させます。よいしょ。でこっちもよし。ちょっと黒っぽいのかな、普通のよりは。で軽く洗ってみましょう。もう軽くです。 OK で甲羅も、で甲羅にカニを戻して、はい OK、 カニ味噌の完成。はい、じゃあ多分ボイルもね完成しました。はい、こちら。カニビールが、はい、湯が来たでカニビールです。それじゃあ最近 IKEA で買った容器にこの葉っぱを引いて、めっちゃちっちゃいな。ほんでちょっとカニビールを落とした、カニを引いて、はい、こちら水ガニの1匹丸ごと蒸し完成。じゃあ次酒蒸しやります。鍋を用意して、で鍋の中に身を入れる。で先ほどうまい具合にね切ったやつの足も入れます。でこれ失敗したやつ、もう爪も入れましょうか。
で身にかけるようにこちら、日本酒をかけていきます。この身にかけてからね酒蒸しするとすごい美味しいってね元木飯さんがおっしゃってました。取る漁師さんが言うんだからね間違いないです。で蓋をしてこれまた20分ぐらい蒸していきましょう。でこっちの汁の中にはまたね残った殻を入れて、しばらくちょっと火につけときます。カニビールはちょっと気持ち悪いな。ちょっとスラッチも入れとこうか。でもうちょい火にかけときます。だし取り。はい、それじゃあね蒸している間ブレイクタイムということでいつものようにホワイトボードを使って説明していきましょう。まずですねこちらの水ガニ、水ガニとも言うし若松葉とも言います。で北の方で取れるズワイガニは越前ガニ、それね2つとも同じなんですよ。で水ガニっていうのはこんな感じで元の殻から脱皮して間もないカニ。なんで脱皮するかっていうと大きくなるために脱皮をします。で今回の漁法は底引き網で取れたもので、簡単に言うと船があってワイヤーとかがあって漁具があって海の底をねググググググって漕いでいくよってやつです。ほなねこういうちっちゃいね、今回適当すぎたんですけどカニが入るっていう感じです。で水ガニは価格が5分の1と大変安く庶民の味方なんですが、脱皮した直後のまで取って年がら年中大丈夫なのっていうことなんですがご安心ください。ちゃんとね資源保護の観点から1回の量で1000匹までっていうね決まりがありますという感じで、水ガニのご紹介でした。はい、じゃあ出汁も取れたかと思うんでこちらの釜飯を用意して、まず米でこれを洗います。でこちらのカニ出汁が取れたやつを 200cc190 ぐらい、とりあえず200、これをこの洗った米に入れます。洗ってます。でこれは置いといて、で次にこの鍋に入れたやつの身が取れるやつをね取っていきます。じゃあまたハサミを登場させてこの関節のとこをねここを切っていきます。切れたのはもういいですけどね、切れてないやつこう切れてないですよって言ってみましょう。で次こちらのそうめん伸ばすような棒を用意して、でこれ、こう足をねこう押してこう潰してこうブジュブジュブジュってやると身がブジュブジュって出てくるので OK。 こんな感じで身を取っていきます。はい、じゃあこれだけの身が取れたんですがちょっと気持ち少ないので酒蒸しの気持ち足しときます。じゃあこのちょっと足した身をこの釜飯の中に入れておきます。水ガニというだけあってね本当にほとんど水というかすげえ水分でこれをセットして着火で蓋をして火が消えるまで待ちます。で調味料入れてないんですが水ガニね塩気がすごいんでこのままでいってみましょう。でこちらの酒蒸しも蒸せれたので、お皿に、適当に並べていきます。はい、というわけで OK、 こちら酒蒸しの水ガニじゃない水ガニの酒蒸し完成。はい、それじゃあ釜飯も炊けました。オープン。うおーうまそうですね。こんな感じです。じゃあこのままじゃ混ぜにくいんで一旦容器に移し替えます。よいしょよいしょ。あちゃ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 あちゃお、今日はちょっとおこげがないな。水が多かったか。よいしょ。OK。パッと見ただの白飯ですが混ぜて、でこちらのお椀について、で酒蒸しの足を1本拝借してここに入れます。でネギを、添えれば、はい、こちらカニ釜飯の完成。でカニ味噌はここで焼いてました。ちょっとなんかね水っぽいですね。それじゃあ小鳥って何って質問が多かったけど、小鳥は小鳥とくから小鳥、それだけ。それと蒸しガニとカニ味噌を置けば、はい、こちら浜湯特製水ガニの御膳。まずこちらが釜飯でしゃぶしゃぶで酒蒸し蒸し1匹で最後にカニ味噌です。ちょっと水っぽいね。それじゃあ歌げよう、ぼしめようか。はい、それではいただきますと同時にゴールデンタイム。いやー元木飯さん、こんな立派なカニをありがとうございます。それじゃあいただいていきましょうか。じゃあ今日は缶のまま。はい、それでは乾杯。
さあキンキンにうまい。いや、どれから食べるか迷いますが、このね酒蒸しからいただきましょう。なんかうまいことしたら取れるんかな。よいしょ。お取れた取れたけどバラバラ。じゃあいただきます。で多分塩気もあるだろうしね、このままいきます。程よく塩気。確かにね身自体は水っぽいですね。水っぽいんですけどほのかに甘くて、なんかこれはこれでうまいっていう感じで、アニメのワンピースの水の都みたいなところで水肉っていうのが出てたんですけど、それのなんかカニバージョンみたいな感じですね。すげえルフィがこう肉食ってポッチャンポッチャンってなるんですけど、そこまではいかないんですけど、まあイメージそんな感じ。美味しい。でもじゃあ次カニ味噌、こんな感じですね。まあこれを熱してしゃぶしゃぶとかもしようかなと思ったんですけど、今日はオーソドックスに。でいただきます。カニ味噌はうまいな。やっぱズワイのはねちょっと苦味はあるかなっていう感じなんですけど、でもやっぱ美味しい。めちゃくちゃうまい。日本酒行きたいっていうか後で絶対行きます。水分は多いけど濃厚です。ちょっと矛盾してますね。続いてこちら蒸しガニ、スポガニっていう名前が別名あるんですけど、果たしてスポッといけるか。まず足を取って、で次関節のちょっと上らへんで、取るって書いてたんですけど、あれれれれ抜けないな。取り方ちょっと間違ったんかな。もっとねスポッて抜けるイメージだったんですけど、仕方ないんで出して、でも綺麗に抜けましたね。せっかくだからもう一個挑戦。ちょっとほぐしてここから行こうか、この関節から。いやこれちょっと無理やな。水がにすぎやなこの子。ちょっとこの足もね残念ながら抜けませんでした。ここにはねちょっとまた今度、見せたいと思います。スポット。はい、じゃあ本当にまさに水ガニといったみずみずしさ、蒸しガニいただきます。このカニは多分脱皮直後すぎるんかな。超水ガニな気がします。でも味は美味しい。口に入れて噛めばみずみずが出てくるけど水っぽくない水っていうのかな。味のあるなんかだしみたいなカニ汁が出ます。カニ汁がそんな感じ。はい、じゃあしゃぶしゃぶいってみましょう。まずはこっちのねもう取れてるやつから、この湯の中でしゃぶしゃぶとしゃぶしゃぶしゃー。薄皮取ってないから鼻開かんけどまあいっか。でこれをポン酢につけて、じゃあねいただきます。格段にね甘みが増してめちゃくちゃ美味しくなってますね。最高です。じゃあ次この足つきのしゃぶしゃぶですね。足つきはしばらく放り込んで、ちょっとこうやって上だけ持って、こっちをしゃぶしゃぶします。でこれぐらいでいいかな。ある程度なったら出して、でこれがね多分スポガニのように抜けると思うんですよ。よしやってみよう。切り込み入れと抜けないこともねあります。そりゃ、とりあえずなんとかね、ほじくってで奥に出して、多分ね僕のやり方が悪いんですよこれ。で開けて、はい、殻付きしゃぶしゃぶですね。で殻付きにした場合は塩味がつくのでそのままとのことでした。こんな感じ。確かに塩味はするんですけど、剥いてからしゃぶしゃぶした方が美味しいね、間違いなく。時間がそもそも少なくてちょっと生なんとポン酢がついた方がうまいかなっていうそんな感じです。で最後に釜飯ですね。カニ釜飯。もう何も調味料入れてません。もうカニの塩気だけ。いただきます。うまい。カニの塩気だけなんで確かに薄味ではあるんですけど、カニのねしっかりとしたうまさがあって最高。ちょっとカニ味噌とかのっけちゃおうかしら。これは合わん。これは合わないです。気をつけてください。いやどれもこれも最高ですけど、しゃぶしゃぶが一番ですね。なんだろう、しゃぶしゃぶが一番甘みが出ます。うまい。うまっ。最高。いや本当にね5分の1とは思えない満足度でした。それではまたゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで今回の水ガニはいかがだったでしょうか。送っていただきましたのときめしさんありがとうございます。
まあ、確かにね、それは普通の松葉ガニの方が味は濃かったり美味しかったりするんですけど、お値段がなんといっても5分の1からね、10分の1のとこもあるそうで、それぐらいの、なんていうの、5分の1ほど美味しくないってことはなかったのでね、もしね、買えることがあればね、ぜひ買ってみてください。で、元木飯さんも漁師飯のチャンネルをやってますので、概要欄の方にありますので、皆さんぜひそちらからご覧ください。皆さんも本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、See you next time! Bye! うまかったぜよ。